この番組リディザインは音楽、空間、教育、そして暮らし、身の回りの当たり前を感覚と構造の視点で見直していくシリーズです。テーマの中心にいるのは大川渉さんです。音楽家であり、発明家であり、暮らしそのものを再設計する実践者でもあります。こんにちは、リディザインのお時間です。今日のミュージックリディザインは、情報革命×音楽について語っていきたいと思います。音楽って聞くものだけじゃなくて、実は読むものだったって知ってましたか？楽譜ってことですよね。でも今、その読み方自体が変わろうとしてるんです。音楽って時間に流れる情報だと思うんです。構造があって、順序があって、重なりがあるんです。よく時間芸術って言われますよね。そうそう。だからこそ消えていく情報を人は記録したくなったんでしょうね。そして生まれたのが楽譜であると。はい。楽譜は音のデータとも言えるのではないかと。記録をすれば共有することで同じものとして再現ができますよね。確かに。でもそのデータが読めなければ再現できないので、そこにずっと五線譜が使われてきたのではないかと。なるほど。五線譜はシャープやフラット、調合や音符記号、リズム記号、すべて符号を使って音を記録してますよね。そうなんですよ。それってまさに暗号なんですよ。知ってる人には意味があるけど、知らない人にはまるで謎ですからね。そう考えると、楽譜って専門家だけが扱える圧縮された情報体系ですよね。なんだか ZIP ファイルみたいですね。ただ、昔はそれが必要だったんですよね。作曲家やパトロンの権利を守るために記号化という仕組みが。そうなんですよね。もちろん演奏家と作曲家が同一人物ってこともありますが、暗号化を複合する。つまり作曲家が五線譜に込めた意図や感情を暗号化し、演奏家が読み解いて音にするっていう構造は変わらなかったんですよ。現代で言えば、五線譜は MP3 とか WAV みたいな圧縮ファイルで、演奏家は再生プレイヤーですね。まさにそんな感じです。昔は再生できるプレイヤーが演奏家だけだったんですが、今は違いますよね。誰でもアプリやソフトを持っているし、スマホやパソコンがあればすぐに音を再生できる時代です。本当ですよね。構造は同じでも使い方が全く違う。そうなってくると、読める人だけじゃなくて、誰にでも読める楽譜が必要なんだと思うんです。確かに、五線譜の暗号としての役割は、もうだいぶ前に終わってるのかもしれませんね。そこで私たちが注目したのが、三線譜ですね。圧縮しない翻訳するための楽譜です。そうなんです。音と見た目が直結しているから、見たまま理解できるんです。サイトや動画で見ましたが、鍵盤の動きとリンクしていて、感覚で読めてしまう楽譜でしたね。カラオケで採点ゲームなんかをやると、音程バーが表示されますよね。次の音が上がるか下がるかすぐにわかるという。ありますね。あれって縦軸が音の高さを表して横軸が時間を表すっていうまさに見る音楽ですよね。三声譜も同じなんです。音の上がり下がりが感覚でわかるじゃないですか。DTM なんかのピアノロールっぽいですけど、もっとシンプルな感じがします。鍵盤直結ユーザーインターフェースって感じですね。確かに五線譜のように調合を頭の中で一度変換する必要はないですからね。そうなんですよ。パソコンなんかのデジタル的な要素に例えると、五線譜が ZIP ファイルなら三線譜は展開フォルダという感じですね。なるほど。誰でも中を開けてすぐに音にアクセスできますしね。音楽を知識から入るのではなく、感覚で学べる UI だと。そうなんですよ。詳しい使い方は、ハッシュタグ1、無答音楽メソッド入門をご覧ください。これまでの話から、知識のある人だけが演奏できる時代から、誰でも触れていい時代へ変わってきているということを感じますね。五線譜は音楽を守る記法であったのに対し、三線譜は音楽を開く UI であると。時代は知識から感覚へ変化してきています。
音楽が一部の知識を持った人たちだけの特権階級だった時代から、音楽の民主化を時代へと、それが情報革命と音楽が交わる地点なんだと感じますね。今日のリデザインいかがでしたか？音楽って構造のある情報だったんだと気づかされました。へえ、本当ですね。さて、では最後に、これを聞いてくださっているあなた自身で少し考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。楽譜という音楽のインターフェースが変わることで、音楽を作ること、それから演奏すること、そして聴くこと、これでの関係性はこれからどんな風に変化していく可能性があるでしょうか。ちょっと想像してみてください。自分の中の音の入り口がもっと自由に選べるようになるといいですね。見方が変われば感じ方も変わる。それがリデザインの面白さでもあります。それではまた次回お会いしましょう。